おうこんにちは。 T1vs HLE。 まさか初戦 T1 落とすとはね。いやでも欲張っちゃったね。 T1 またルシアンを取る。ほぼ勝ってはいたと思うんだけどな。 HLE 相手致命的なミスを犯してしまいますね。今回波は取られなかったんでソナをやる必要はない。ああ今強いザヤラ感やんのか。フェイカーから取り上げプラストップミッドいけるグラガス。だからグラガス勝率低いんだ。フェイカー使ってる時大体勝ってるけど。だからフェイカーグラガスで負けたことある？ここ10年プロキャリア10年間グラガス勝率 100% じゃね？アーリー無敗グラガスえぐいね。10年間無敗。カサンテ。カサンテあるんだ。グラガストップからのゼカの得意のアカリ。去年の世界大会優勝した時にアカリサイラスエグかったよね。初めて優勝した時フェイカーのアーリー連続で3回ぐらいチャームをミッドレーンで決めて一気にインビタータワーまで取るみたいな伝説のクリップというかプレーはあるよね。あの時は RNG 相手だったかな。なんかミッドレーナーがワイトって名前だった気がする。サブスクライブありがとうございます。ゼカの明かりよ。アーリー相手も有利だろうし。もともとフェイカーってね、最初シーズン3で初優勝した時アーリーのスキン欲しがってたんだよね。でもあの時は自分で指定できるルールではなかったので、いやもうレベル1からフラッシュを切る。これ食らったら死にはしないけど HP があまりにも削られちゃって連戦ができなくなるから食らう前からフラッシュを使うと。わあこれギリギリ避けんのえぐいな。これでもう連勝ったまであるね。避けながらザヤ殴ったもんな今。今のマジでうまかったね。ラカンは何がこんな強くなったんだっけ。 W のダメージは10下がったけどその代わりに9当てた時にもらえるヒール量がめっちゃ増えたよね。それだけだっけ。でもルシアンフラッシュないからもちろんジャングラー来ますね。ラカンフラッシュ W あるんで。でもルシアンブリンクあるからな。フラッシュなくてもマイブリンクさえしなければ大丈夫で、ここで前に出てくるから狙う。でもこれじゃ死なない死なない。ラカンが無理したから HP 的に不利なんでリーシンが来たら3対3勝てないよ。それ分かっての戦い。サイドステップで避けたザヤ。こうなるとね無理したラカンがきつくなるだけだね。いやこの細かい動きうまいね T1。ラカンはルシアンのブリンクを使わせるために HP 削られたんでその後ウーコン来るんだけどCC がないからねウーコンもザヤも捕まえられないよね。アカリは序盤は弱いんでここでダイブを狙うけどウーコンが近くにいるからできない判断。ゼカがアーリーをやってさチョービーのサイラスをボコってなかったっけ。そういえば世界大会去年チョービーがサイラスで連戦できてなかったよね。あの時
アーリーエアリーだった気がするけど、今回フェイカーはファーストストライク。こっからどうなる？リーシンだったら全員殺せそうな勢いだけどな、これ。だよね。ルシアンを殺すためにリソース使いすぎた。もう 2v2 でしっかり軽く出し切って死んだから、ルシアンとナミが。あとはもうリーシンがきっちりお掃除するだけよ。HLE stick around and he flashes forward looking for the fight, looking for that first blood. It goes over to Klid. So yes, HLE do get first blood, but it's on the Wukong. 2 kills to Owner. And so much money now to the bottom lane of T1. A Dirk picked up here for Guma. Immediate gank to the top side? Kind of being denied vision right now. おお、視界がないぞ、ゼウス。ワードがねえ。Let's see it. Gonna get hit by the one barrel. He's got Ghost. Knockup comes in, but yeah, the damage not quite there. でもカサンってな、機動力高くてな、硬いし。なかなか死なないよね。So Guma cleanses early and then is going to be taken out here. Viper flashing past Keria to look for this damage. Now he's got the alcove. The emote comes out. But Life has no health. Clid can't do anything. So you just give everything. ベストはザヤがワンチャンバックを押すことだったか。Yeah, we got. Okay, it's gonna be just fine. Flash is expended. This game, man. This game is like 5 minutes in. I'm like, oh god, what's gonna happen? As the dust settles, HLE are in big trouble. You know, the early game has gone very well. 序盤リーシーに2キル入ってるから。これはでかいね。やっぱ序盤はキルをジャングルに渡して、ジャングルが全レーン見てあげることができるし、基本トップは見ないだろうけど。ボトムも 2v2 勝ってるので、ウーコンがこれまたレーンに関与できなければ、ギャンクに関与できなければ勝手に連戦勝ってくれるんじゃないかな、T1。リーシンの仕事は常にボトムを見ること。ボトム側の視界を取ること。でもリーシンだから視界取りづらいけどね。ワードジャンプするから。黄色いトリンケット使えないし、サドステップで避ける。Owner down here at level 5. This looks very familiar. The previous game. Crashing this wave through, taking a massive CS lead. And Owner doesn't actually have to commit here, but if Life wants to get cute, he will punish. Yeah. And you know, just in case Klid is around, but now ダイブすんのか？アーリがダイブするね。ミッドの主導権握ってるから。The timing of that first rake, because they got control so early, means that there's no cross map here. 30 seconds on Herald means that Klid can't take that objective. He doesn't have 6. ヘラルドもまだ湧いてないタイミングでボトムにすげえプレッシャー与える。まずボトムが 2v2 勝ってることが前提のボトムプッシュで、ミッドも押し込んでから来て、でここでレベル6になる前に殺しきる。Picking up the kill once again, 3-0 on the Lee Sin. I mentioned he wants revenge. And this is so much CS lost already here in the bottom lane. リーシンはトップのファームずっと食わずにボトムでステイしてボトムを勝たせていく。Run right to top side here where they already have Prio in mid and on the top lane to take this Herald. So the interim Klid can't find anything. 13.5 のジャングルの変更でカウンタージャングルしやすくなるから、こうやってボトムにずっといるっていうのはどうなるんだろうな。ジャングル盗まれて不利になるのかな。プレシーズンで敵のジャングルに与えるダメージが 20% 減るってのがあるからさ、プラス1個残せないからね、ジャングル。キャンプが残らない、1匹残せないから、カウンタージャングルの上身がないんだよな。1匹残すシステム戻してほしいわ。毎年ジャングル触るなって。
Because if this is a contest, They're just I have bad really, news. they're pinging onto the Rift Heralds. They're a bit late. ADC のアイテム差はあるが、今回ルシアンはグループできてないぞ。 Way too late. Clid is going to flash and look for Alright、ウーコンのフラッシュ、アーリはウルトでいなせますよ。 So that's not going to amount to too much. ヘラルド、回収までしてるね、カサンテが。 He's got okay, second activation not gonna happen. That's the end of that. It was like he flashed in and he was like, I'm gonna get something with this, and then did trade an ultimate for FAKER. まあ、ライオットとしてはジャングルが難しいロールだからより簡単にするっていう建前で、まあ、ジャングルをね誰でも簡単にできるようにっていうことでいろいろ変更したけどその結果ね敵のジャングル入ってて食いに行っても美味しくねえから一生ギャンクするっていう一生ボトムギャンクするっていうメタになったよね。まあ今ジャングル誰がやっても似たようなもんなんだよね。ボトムギャンクいけばいいから結局昔はいろいろ判断あったけど迷ったらボトムギャンク。13.5 で一気に変わるっぽいけどジャングル全体的に弱体化入るしここ5年ぐらいジャングルずっと強いもんな。影響力がやっぱありすぎますね。昔はレーナーより弱かったのに今はもうレーナーよりも強いもんな序盤。They are definitely the team that takes advantages and snowballs them so well. Speaking of, ルシャンの火力全然ないな。ラカンのシールドと回復か Ari here starting to get, you know, quite a bit of farm and is going to be very relevant to snowball this game. And once again, with this mid prio, we could have seen やっぱこうやってさミッドジャングルが一緒に動くっていうのが大事だよね。ヘルテックスの試合見てさこの動きが全くないんだよね。まずジャングルがミッド見てあげるプッシュをするのを見守ってあげてで無事ミッドプッシュできたら一緒に動くっていう動きが欲しいんだけど何なんだろうな。ヤンコスがミッドとやりたくねえのかそれともコーチがファッキン無能なのか。T1 の試合見て真似すればいいんじゃないの。TH のコーチのツイートなんかやらかし発言したんさっきからちょくちょく言われてるけど。The extra buffs that will eventually come in here for whoever picks up those mountain drakes. The tank Grog is going to enjoy this, as you were just talking about with the tank builds here for Kingen, and of course Cassante and even Owner. ルビーはフェイカーではありません。ルビーのチームメイトは T1 ではありませんってか。いやでもルビーのパフォーマンスもひどいっちゃひどいけどなんかすごい孤立してる感はあるよね。味方から全然助けてもらえない感はある。助けてもらえない理由がお前下手くそだからお前バス乗りなっていう理由だったらそれはもうしょうがなくてお前見ても何も起きねえからじゃあなみたいな。だってリシン生き残るんかこれ。あかりがうわ波のウルトうんま波のウルトうんまあかり消えたがあかりどこ行った。うわチャームフェイカーゾニアあるんケリアマジでうまかったな。オーナーもよく生きたね。やっぱジャングルに序盤キル入るっていうのは大事だな。ケリア3000アシストもう3000アシストサポート5位だって LCK。ケリアって割と新人じゃない ?3 年目とかじゃないやばいな。フェイカー1位だわ。ゴリラ2位なんだ。ゴリラもすげえな。一応4年目。
And Kingen doesn't actually have a lot of damage そうか here. 新人では Right? ね He's tank Gragas, hits a body slam. Owner kicks him away, gets a shield. Faker comes over with Everfrost. He gets a heal from Carrier. And then Tidal Wave. いやナミがマジでうまかった。 comes in to look to delete him with 5-point strike. ナミの R からの Q を煙幕の中で当ててリーシンが Q でフィニッシュしてた。 Any scenario. キャリアマジ何でも使えるよな。 A bit far on this. But it's お like かしい。 I like to imagine T1 practice in the X-Men Danger Room, where they just like set the difficulty to the highest. Can we win this fight? We'll find お out. ーし。 Well, Carrier's feeling しかしこれは当たる。 to zone Zeka into Faker's charm, I guess. でも殺しきれ。 That's one way to say it. He did flash bubble in a Kali. Didn't quite work out. Nope. Opportunistic. And remember, T1's composition does want to snowball super hard, so moves like this are how you get there. But the lead they have already, I think, is quite enough. Sometimes we're like, okay, the solution comp, how ahead are they? They're ahead, but are they ahead enough? No, definitely not. We have to have that conversation sometimes. T1 have hit all the benchmarks. フェイカーデス以外はほぼ1位。 But further snowballing that lead. 10年やってるっていうのもあるんだろうけど、 Gets the whole bottom turret. デス So that's 2 turrets down. 以外っていうのもすご They い will な。 be able to take this second そりゃ row. 試合数いっぱいあるからキルは多くなる、アシストは多くなるのは分かるけど、デス数は少ないんだね。 The sole point here, the first Mountain Drake just drop デス back 1位 in, 誰？デス red 1位 banner, は or 確か even に put 誰 it だ？ topside. 長年やってて Easier 死 for にまく Faker るや and つ。 Zeus. Yeah. Just pull HLE around the map because Zeka and Kingen both don't have their TPs, so you could just wait, push it, 誰だろうな。 TP the objective, and say checkmate, basically. Yeah. Individual 気になるな。それって調べられるもんなの。 Faker doesn't have flash, but he is Ari, and Carrier is just hanging around on the bottom side of the map, so should be totally fine. Not actually threatening him under turret or anything. ヘレティックスのコーチ Twitch 配信始めた？めちゃくちゃ面白そうじゃん。 Sticks around. マジかよ。 This could be a window. ヘレティックスのコーチのなんか若干炎上しそうなツイートなのかわからないけど、そのツイートした後でしょ。今配信してんの。 He is actually on the bottom side. See some bait pings here actually around the Drake itself. So looking like they're not planning on using the Herald on the opposite side of the map here and then teleporting in. ツイート内容見てねえからなんとも言えねえけ Owner, ど of な。 course, doesn't have teleport as the jungler. They just want to fight this out as a brawl. Zeus is still hard pushing. ユージ地球代表決めるなら5人誰選ぶ？ Such an important Drake. Like Kingen has to walk down. He doesn't have TP. この5人かな。 Effectively, T1 right かな。 now, Zeus is the Rift Herald that I was talking about. And they can use the Rift Herald as well. Probably gonna drop it in mid, you'd have to imagine. Although they are giving up a lot. まあ LPL 見てないからなんとも言えないけどね。 Faker going to spot this happening. And it is dropped. T1 負けたら地球爆発しても文句言えねえだろ、誰も。 Onto the Drake, they don't quite have enough damage to rush it down. いやでも全盛期の話で言うとどうなんだろうな。グリフィンなかなかやばいけどね。チョービーとターザンとバイパーとトップだけ変えれば普通に世界大会優勝何回もしてそうなんだよな。ドラゴンファイトどうなる？グラガスが持ってくる。うわオーナーやられた。しかしアカリもやった。ケリなんだ？さっきブリンクチャンピオンがウーコンを狙ってる。ルーシアンフラッシュイン。ラカンの W も避ける。チームファイトがうますぎる。目の数が足りねえ。リプレイ見して。Life in the last game. It's just history repeats itself. A soul point fight, a full wipe here. Sub 20 minutes for T1. They're not going to get it just yet. No, Owner's going to come back here and take it. They want to get the better reset here so they could actually instantly go get Baron Vision control. As this フェイカーがアカリの HP を一旦3割削っとく。そっからアカリが入ってくるのを波のウルト。波のウルトがたまたま当たってアカリ死んだのか。ゼカのアカリが全く仕事できないで、チャームをフェイカーがその後はしっかり ADC に当ててる。プレッシャーを与えてアグロ引っ張って見てこれ。フェイカーが前に出て敵のスキル吸収して店を持ってきてフラッシュアウトして、そこでルシアンがブリンクイン。アグロピンポン。一旦俺入っていき引いて味方に任せてって。
たまたまいいや狙ってるマジ。いやでもタイミング的にたまたまにしか見えなかったけどな、あかりのエンゲージに対してのウルトは。なんならあかりから当たりにいったように見えたけどな。Yeah, it's just swelling up there on the right side as we're looking at over 8,000 now. 8,000 and a half. And how Life Esports, I mean, they did it in game one. They came back from a deficit that was not as much as Life is. さすがにこの19分9000ゴールド差は逆転できねえだろう。T1 も HLE 相手すげえやらかすけど、さすがにこっからはね負けられないよね。てかオレリオンソルどこ？プロの試合でさすがにオレリオンソルは弱すぎるか？あのキャラレートゲーム史上最強強いと思うんだけど俺。カサディンの2倍ぐらい強い気がするあいつレートゲーム。フェイカーのオレリオンソル見て。LCK 出たことあるし LEC でも出てたよ。あ、ほんと？出てはいるんだ。I think they have to, and there's some bounty gold to be taken. It's not all bad. They can try to set up a big steal play here. Clid with no flash, unfortunately, but with this Gragas. NA だとは割れてるよ。まあ NA だからな。そらレートゲームチャンピオンの方が強いだろうな。あ、ここで事故るかどうだ T1。あ、これ囲まれてる。これやばいポジション。あ、ファック、グマイシやられた。なんで HLE 相手こうなるの？なんでこうなるの T1。Why？ 9000ゴールド差ですよ。また何回目？なんで別のチーム相手は超うまいのに HLE 相手はこうなるんだ。でもなんならバロンも必要ないよな、このゴールド差だったら。離れようぜ。なんでこれ離れないんだろう。これさ、事故る理由があるじゃん。これ視界がね取れてないんだよね、うまく敵のジャングルに。だから敵のポジションが把握できてない。もうめっちゃ囲まれてたやん。波のウルトもそれだと刺さんないしね。3方向から来られると。ウェーブプッシュからの敵のジャングル照らしてそれでやんないとな。視界がないから反転するのか終わらすのかっていう正しい判断ができてなかった。おい、地球任せられねえって怖いって。それまあでも6000ゴールドまで来ちゃったね。HLE がかなりお金逆転して追いついてきた。HLE がなんかうまいのかな、こういう動きが。ただの偶然とは思えないけど。Yeah, not in his ear. It's like earlier as well. Yeah, this is happening. Like the Baron fight in the last game was like 26 minutes. And this Xayah is going to do crazy things defensively here. She is one of the hardest champions you can play a pick comp into. And T1, they got ahead so much that it felt like, oh, it doesn't matter what their comp is. Doesn't matter how we're going to play it out. But one greedy Baron. Okay, Everfrost. There's potential, yeah. He's going to go in for this one as Zeka trying to get on top of the Ahri. The damage's not quite there, but will go down in the end, and Clid is just barely there. しかしウーコンがいた。でもウーコンのフラッシュ使わせたのでかいね。アーリはフラッシュなくても機能するし。お、ジャングルのマッチアップ、ミニオンを使ってウーコン殴る。これリシの Q 届かないけど、うまっ。蹴ればいいのか。うめえ。蹴ってミニオンウェーブから出した。
うめえなマジで。あのミニオンの中よくああいうコンボ決められるな。ミスクリックしそうだけどね。Structures off the map, and when you're trading even from behind, especially when your comp is scaling, you're feeling decent about that. As this is Zeka getting caught by the charm. Now the Drake is spawning here. This is one that HLE absolutely cannot give up here. This is the Mountain Soul, so They're not in position, though. yeah, they are not in position. Even with Baron buff here, with the loss of those two players, they're just not going to contest. So this really hurts. The Soul wasn't enough to win. ウーコンがウルトなくても B シンやっぱ危なかったね。1対1は普通ウーコン有利だけどな。ウーコンウルトなかったからな。ウーコン Q もなかったし。Is that it's an elder spawner, which means that you can actually fight for this objective earlier, so you have less time for your opponent to scale. If HLE gets any of these Drakes, it's 5 extra minutes before the elder comes up, and that's absolutely not what T1 wants. あれ気づいたらマウンテンソウル持ってんじゃん。ゴールド差は5000ゴールドに縮まっちゃったけど、マウンテンドラゴンソウル勝ちでしょ。But T1, they've got a little pep in their step this time. Everything's happening a bit quicker here in game 2. Yeah. Some flank wards being cleared here. As you can see by Faker, lots of control vision set up. You need to play around this in order to keep this lead, in order to prevent the flank from Clid, prevent that Kingen flank. But with all the resources being spent to clear those wards, you know, HLE holding on by a thread here on this turret. 射程がちょっと短いからタワー殴りづらいね。バロンベートになるかな T1 は。エルダンが4分20秒。バロンなしではちょっとタワー取れないね。射程があまりにも短い T1。グラガス相手、射程短いやつらがタワー殴るわけにもいかないし。And I don't think that Kingen is going to be able to have the world's widest flank once again on this Baron because it spawns in 45 seconds here and T1 have all the angles covered. They've already controlled all of the flank angles. You see Faker, Owner, and Keria just went to make sure there is no TP flank for Kingen or Zeka. You can only get burned so many times. We did just have 2 big item pickups here for the side of T1. A Rabadon Seth Cap for Faker and an Infinity Edge for プッシュウェーブからのジャングル入ってって視界取ってバロンを取ると。And HLE, if they give this up, it means that T1 are going to have potentially some inhibitors down, some of HLE's inhibitors down for the Elder. So getting that prio is going to be nigh impossible. So this objective leads into the more critical Elder fight afterwards. So it is so important for HLE to contest this. And even though Xayah has 3 items here, it's going to be about the setup. It's going to be about the CC, avoiding Faker here. Does have Zhonya's available, Mountain Soul. So you even have a longer leash to try to dive and set up for this stuff. As T1 with that additional resistance, with those additional shields. Zooming in on Viper there, he just picked up his, he doesn't have any boots. He found a pocket. Oh, he found a pocket of vision here. This is actually おー、このウーコンの位置いいね。また裏から入ってくる気か。Oh man. Are they gonna get, is this gonna happen again? I mean, it might. The rest of the team has got to come in here from mid. They still have some time. あ、これ3方向からまた来られたらやべえぞ。Zeka coming over, Zayah zoning him out. They could just look for the steal. Oh, Clid spotted. Flash. グマイチフラッシュイン。You know what? It's gonna work. They're gonna take down Clid. Alright. Looked a bit confusing. バレちゃったね。味方の4人をもうちょっと待つのが、まあ味方が来るの遅かったのかな。バロン HP 削られてたし。狙いは良かったけどね。味方がちょっと遠かったね。
And T1 should be able to push with Baron to get at least inhibitors down, if not win the game outright. And that's how you can handle a flank here. As T1, you see Klid, he doesn't have a GA this game. He's sitting on 2 items. And Guma decides, with my IE and the damage I have stacked up here and my team's positioning, plus the fact that he's aware of the rest of HLE being so far away they can't follow up on a Cyclone, he's like, your flank is just one bridge too far. They flash on top of Klid, kill him early, and the subsequent fight is just so easy for T1. They have great chase, and this Wombo combo setup here for HLE relies so heavily on the Wukong Cyclone. So they know where Zeka is, they know where Kingen is, and Guma flashes. いやルシアンがもう事前にフラッシュするのがすごい良かったね。ちょっとトロールに見えたけど、ウーコンのウルトを食らうとブリンクキャンセルされるから、まずフラッシュをしてラカンから離れる。ラカンもフォローアップしようとしたんだけど、ルシアンがウーコン見えた瞬間にフラッシュして上に移動したからラカンが届かなくなっちゃった。すごいね。この判断えぐいな。このフラッシュマジでえぐいね。They're trying to get their own Exodia here. Timing not going to be as good as it was for Hama Life Esports in game 1. And you see that Hama, they're trying to group up here. They got to try something, I guess. Up against the Baron, they're down 9,000 gold and a Mountain Soul. Klid still has flash. All it takes is a smite steal. You know, T1 Secure has to be really good here. And Owner has had problems sticking to these objectives in this series so far. さっきみたいにエルダー盗まれたら終わるよ。バロン取られただけだったけど、バロンを取られるのはまあ仕方ないとして、エルダー取られたらワンチャンゲーム終わるからな。まず敵を倒してから行きたいが、近づいてこないのでエルダーを触る。カサンテがウーコンを持ってくことができれば取り切れるが、どうだ。アカリが裏から来ようとする。アカリを削る。アカリ TP あります。ドラゴン殴るのやめていいんじゃない。フェイクゾニアがある。フェイカーやられた。いやでもルシアンピンピンしてるよ。ルシアンの火力えぐ。人数的には不利だが HP 的には有利か。These games and just the way they're playing it. But also T1 still very ahead, right? They still have the items. They still absolutely can win this 3v4. フェイカーがグラガスのウルトに光っちゃったね。Zeka able to be in this fight. Doesn't have TP either because he used it just before this. To watch the engage here, teleport comes through from Zeka. アーレの Q とタイミングかぶってフェイカー反応できなかったよ。And the value of Cyclone in this fight is unreal. Life has stopwatch when they try to target him down, and as everybody tunnels on the Viper, the Blade Caller comes through, and he just lives through everything. Guma cannot get 今回はアカリも事故らずにバックラインに入ってきたし、HLE はいいファイトだったね。And Kingen, guess what? You know, he played Cassante in game 1. Now he's playing Tank Gragas, hits the perfect cask against Faker, who's got Zhonya's, he's got Flash, he's Ahri, doesn't matter. Look at the item value here, still higher for T1, but the gap is much smaller than it was before, especially when you look at the AD carries here. ゴールド差は8000ある。ソウルもある。ちょっと前に出てきたタイミングを狙って、うわ、視界外から狙ってんね。グラガス逃げられないぞ。グラガスを蹴る。あら、いくらタンクであってもね。グラガスフラッシュあったんだけどケチって死んじゃった。グラガスいねえとフロントいねえからな。これリーシェンのキックとカサンテのウルトがあるから
on the front line. He's just on the あかり離脱するが捕まった。 So that will be the end of the Akali. And they keep this one on a leash, it looks like, 5,000 health. Yeah, and Clid just wants so desperately to steal, but Zeus is following him and tracking him, so he won't be able to 50-50 this. The Elder does go to T1. A Baron has expired, so this is not Exodia. Oh, man. But they could use the Elder to try to push this mid lane. Yeah. As you can see, the ping is coming down immediately to grab the inhibitor, and any picks さすがに勝ったかな。 definitely lead to this game ending. Right now, we go 3. Yeah, I Damon's mean, back. 5v4 with Elder should be enough. Clid once again, man, on the world's longest flank. I thought maybe he was trying to get into the wave or something, but not quite going to happen. T1 looking good on the charge down mid. As the cast not going グラガスのウルトなんでそっち？ Very nice on the timing of the Featherstorm, but I just don't think it's going to matter much. But that is a big ultimate in that backline. The Elder is so strong, but Owner's going お to っと go オー down. ナー And all 隕 of a 石失 sudden, 敗か okay, we're trading. でもエルダー持ってっからな Zach 関 just 係 trying ねえ to よな。 survive as Zeus Saw Viper. frontlining. Yeah, it's just got to be Viper, but oh, you're fighting against Elder Drake. How can you do Charm. that? He's gonna hit the charm, and that should be enough. Down goes the Zaya, and T1 have done it just barely. I mean, they were ahead like 10,000 gold the whole game, and they finally did it. That's Now it. we'll go to the Nexus here, and we are going to a game number 3. 思ったよりも長引いたな。GG。